いつもご視聴ありがとうございます。ゆかぴーです。1合分のオートミールでシュトーレンを作ります。できるだけヘルシーに、そして粉砕や発酵なしで簡単に作ります。長く美味しく食べるための保存方法など後半でお伝えしていますので、最後までご覧ください。それでは作っていきましょう。勘のいい視聴者さんならもうお分かりかと思いますが、このオートミール 100% パンのレシピを応用したものになります。いつも使っている日食さんのオートミールを使います。これはお米の計量カップ1合分測りました。65から70グラムぐらいになると思います。普通の計量カップなら4分の3カップくらいに入れてみてください。甘みはお好みですが、ラカント大さじ1杯くらいにしました。オートミールを寝かせている間に具材を用意します。ドライフルーツやナッツ類を 20g ずつ用意しました。30分くらい放置してしまったので、結構こんなに吸水してしまいました。ここで混ぜすぎると結構詰まった生地になってしまうので、ふんわりと混ぜるようにしてください。アーモンドパウダーとベーキングパウダーを加えたら、粉っぽさがなくなるまでふんわり混ぜます。お好みですが、ココナッツロングを 10g ほど入れるとつぶつぶ感が食感が楽しいシュトーレンになっておすすめです。こちらもお好みですが、シナモンやお好みのスパイスを加えてください。具材やシナモンパウダーが行き渡るようにざっくり混ぜたら生地の完成です。結構ベタベタの生地になります。ラップを上手に使って形を整えてください。15センチ ×15 センチくらいの大きさに広げます。厚みは2センチくらいになります。キリストのおくるみとも呼ばれるシュトーレンです。本当は両側からパタンパタンと折りたたむんですが、今回は1回だけパタンと折りたたみます。これでシュトーレンっぽく形が整いました。トースタートレイにくっつきにくいアルミホイルを敷いて、シュトーレンを置いたら形を整えて焼いていきます。15分焼いたら焼きムラを防ぐために前後入れ替えてもう15分焼きます。真ん中に竹串を刺して何もついてこなければ焼き上がりです。まだ温かいうちにココナッツオイルを塗ります。本来は溶かしバターの中にドボンとこうつけて仕上げるシュトーレンなんですが、すごく脂質が高くなってしまうので、ここでは表面に薄く塗るっていう塗っています。仕上げに振りかけるのもココナッツミルクパウダーにしました。
粉砂糖よりも糖質を抑えて作ることができます。こちらは粉砂糖を振って一晩置いたものなんですが、こんな感じでちょっと湿気ちゃうんですが、ココナッツミルクパウダーの場合は湿気ることなく作ることができます。おすすめなのでぜひ参考にしてみてください。ラップに包んで一晩置いたものです。ココナッツパウダーがいい感じです。少しずつ切って食べていただきたいのですが、1センチ弱くらいに切ってだいたい16切れくらい分になります。表面はすごくしっかり焼けているので、ちょっと最初硬いかなっていう感じですが、中はとってもしっとりしています。いかがだったでしょうか。オートミールとドライフルーツを使っているので、やっぱりちょっと糖質は高いですが、普通のものよりはぐーんとヘルシーなシュトーレンになりました。甘さを抑えているので、どっちかというとパン寄りのシュトーレンです。程よくドライフルーツやナッツが入っているので食感も楽しいですし、食事などにもよく合うシュトーレンになったと思います。こちらはラップに包んで常温で一晩置いたものです。やっぱり時間が経つと少しずつ硬くなっていってしまいます。そこでおすすめなのが冷凍保存です。このように2枚ずつくらいにラップで包んでフリーザーバッグに入れて保存しました。常温で30分くらい解凍するとこんな感じになります。しっとり生地になっておすすめです。時間がある時に作って冷凍しておくと便利だと思います。あとお弁当に持っていくのもすごくいいかも。職場に持って行ったよってご報告してくれる視聴者さんもいるので、ぜひ参考にしてみてください。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。このレシピがあなたのお役に立てると嬉しいです。それではまた次の動画で。